皆さんこんにちは。今回は現在ネットフリックスで配信中のおすすめの映画5選をご紹介します。このチャンネルでは登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価もお願いします。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのはインサイドマンです。現在ネットフリックスでインサイドマンとインサイドマン2が配信中です。この作品は監督がスパイク・リー、出演者がデンゼル・ワシントン、ジュディ・フォスター、クライブ・オーウェン、クリストファー・プラマーなど豪華俳優が出演しています。ストーリー、ダルトン・ラッセル率いる4人の銀行強盗グループが白昼のマンハッタン信託銀行を急襲、従業員と客を人質に取り立てこもる。事件発生の連絡を受け、ニューヨーク市警のキース・フレイジャーとビル・ミッチェルが現場へ急行。しかし周到な計画のもと俊敏に行動する犯人グループを前に、フレイジャーたちも容易には動きが取れず膠着した状態が続く。一方、事件の発生を知り激しく狼狽するマンハッタン信託銀行会長のアーサー・ケースはやり手の女性弁護士マデリーン・ホワイトを呼び出すと、ある密命を託し現場へと送り出すのだった。見終わった感想の紹介です。スパイク・リー監督らしいただのエンタメで終わらない仕掛けが良かった。ユダヤ系銀行家の過去とナチスとのつながり、それを暴くための強盗という展開は驚き、悪を暴くために法を超えた手段を取った主人公たちを最後に刑事が見逃すラストも皮肉が効いてる。社会的メッセージを込めたサスペンスとして優秀。40代男性、久々に終盤でやられたと思える映画に出会いました。特に伏線の回収が素晴らしくて、何気ないシーンが全て意味を持っていたのが見事。デンゼル・ワシントン演じる交渉人のキャラも魅力的で、彼と犯人の間に生まれる奇妙なリスペクトのような空気感がとても好きです。じっくり考察したくなる映画。20代女性、先の読めないストーリーの裏に隠された真実が途中の伏線を回収していく様子がとても面白い作品です。一度見てもう一度伏線回収しながら見るとさらに楽しめると思います。次にご紹介するのは1973年クリント・イーストウッド監督主演の西部劇荒野のストレンジャーです。この頃のクリント・イーストウッドは超クールでかっこいいです。ダーティーハリーで荒々しい刑事を演じるクリント・イーストウッドもいいですが、西部劇のクリント・イーストウッドもかっこいいです。現在94歳で、2021年にはクライマッチョでは自ら出演までしているというから驚きです。ストーリー、鉱山によって成り立っている小さな町ラーゴに、ある日正体不明の流れ者ストレンジャーがふらりと立ち寄る。彼は絡んできた3人のならず者を瞬く間に撃ち殺してしまうが、臆病な町の住人たちは流れ者を咎めもせず、ただただ困惑してしまう。実は殺された3人は1年前に町で捕まえて刑務所に送っていた3人の無法者の復讐に備えて住人たちが雇っていたのだった。時間もあてもない町にとって残された手段は、この流れ者を雇って3人の無法者に備えることしかない。彼は当初は渋っていたが、何でも言うことを聞くとの申し出に、この何やら曰くありげな町の護衛を引き受けることにする。一安心した住人たちだったが、彼の出し始めた命令は住人たちの当惑するとんでもないものばかりであった。完全懲悪？世の中簡単に善と悪で割り切れるのか。そんな声が聞こえてきそうなほど皮肉が効きまくった映画です。次にご紹介するのは2022年ネットフリックス映画ロストブレッド窮地のカーチェイスです。ネットフリックスではロストブレッド2とロストブレッド3と配信されています。殺人犯に仕立て上げられた前科者の自動車整備士が身の潔白を証明する方法はただ一つ。消えてしまった車に残されているはずの真犯人の銃弾を手に入れること。中だるみなく意表をついた展開もあり、ラストまで物語は疾走します。
絶体絶命の連続で窮地をどう乗り切るのかが見もの。クライマックスのカーチェイスも熱いです。アクション映画が好きな人、特にタクシーやトランスポーターなどフランスのアクション映画が好きな人は楽しめる作品です。次にご紹介するのは2021年アメリカの映画ベケットです。あらすじはテネットのジョン・デビッド・ワシントンが主演を務め、旅先で政治的陰謀に巻き込まれ命を狙われた男の運命を描いたサスペンススリラー。ギリシャへ旅行にやってきたアメリカ人男性ベケットと恋人エイプリル。自動車事故を起こし廃墟の中に車ごと突っ込んだ彼は、そこで赤毛の少年と金髪の女性を目撃する。それ以来なぜか命を狙われる羽目に陥ったベケットは、逃亡中に出会った政治活動家レナらの助けを借りながらアメリカ大使館を目指すが、共演はザ・プレデターのボイド・ホルブルック、ファントム・スレッドのビッキー・クリープス、リリーのすべてのアリシア・ビカンダー。坂本龍一が音楽を担当。世界の坂本龍一の音楽で巻き込まれ系サスペンスアクションを楽しんでください。次にご紹介するのはネットフリックス映画我が名はベンデッタ、イタリア作品です。娘が勝手に SNS に自分の写真をアップして追われていた因縁の敵のマフィアに居所を突き止められ、妻と義理の兄を殺された元マフィアの男。娘を連れて逃げ込んだミラノの街で身を潜めながらも復讐を心に誓うというイタリア映画です。フランスのあの有名映画に似ていて素晴らしい映画とまではいきませんが、それでも見てもいい作品です。テンポが良くてドラマチックな場面もあります。時間に余裕がある時にご覧ください。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もお願いします。